こんにちは、しおりんです。今回はですね、レジスト6個の動画じゃなくて、ヘッド車の方をボルボ XC60 からランドローバーのディフェンダーに買い替えましたので、今回の動画はこのディフェンダーの牽引車としてのレビューをしていきたいと思います。ディフェンダーのこの2025年モデル D350なんですけど、この車両のレビュー動画は結構たくさん上がってるなというところで、車両自体のレビューはそちらを見ていただければと思うんですけど、この牽引車としてのレビューみたいなところはニッチな動画はないと思ったので、今回ちょっと、撮ってみようと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずはスペックなんですけれども、こちらランドローバーディフェンダー 110Xですね。前幅が1995、全長が4945ですね。前高が1970となっております。はい、でパワートレインなんですけれども、まず排気量が3リッター直6ディーゼルターボでマイルドハイブリッドです。最高出力が350馬力、最大トルク700ニュートンになっております。はい、で肝心の、牽引能力なんですけれども、メーカー交渉値は 3500kg までとなっておりますが、日本の車検証ですね、950登録での最大牽引重量は 2000kg という形で、現在登録をしております。はい、今回ですねレジスト6個をもちろん牽引しようと思うんですけれども、レジスト6個の大きさも一応紹介しておきますと、まず前幅が1760、全長が3750、全高が2500となっておりまして、車両総重量は 600kg、普通免許で牽引できる最大の重さが 750kg までとなっておりますので、もちろんこちらレジスト6個は普通免許の方で運転できる重さになっております。はい、でこちら今回ディフェンダーでレジスト6個を引こうと思うんですけれども、今のところまだヒッチボールが出てない状態になってますが、こちら純正の電動ディプロイヤブルトウバーというオプションをつけておりますので、今回そちらを紹介します。で電動トウバーを出す場合はこのトランクを開けまして、ではい、でここに、いろいろボタンがあるんですけれども、今回はこの電動トウバーを出すボタンを押します。出すのはボタン一発なんですけれども、当然しまうのもボタン一発になっております。はい、というところでですね、電動ディプロイヤブルトウバーだと手を汚さずに出したりしまったりできるっていうね、そういうメリットがあります。はい、それでは今からディフェンダーをクコに接続しようと思います。接続する際は、このディフェンダーに搭載されたカメラを目安に、まずはクコの前方に接近をしたいと思います。はい、でバックギアを入れると、通常はカメラと後ろの、バックモニターになるんですけども、ここに牽引のモードがありまして、牽引って押すとですね、ここに赤いポッチがあるんですけれども、ここにヒッチのカプラーを近づけていくという感じになりますので、バックしていってみます。はい、近づいてくるとこの黄色いバーが出て、これに合わせてハンドルを、切っていくと。でこの赤いところで接続されるので、通常はちょっと後ろくらいにこう止めておくと。はい、この状態で接続部分に行ってみましょう。今バックで近づいて、ここまで接近してます。ではトウバーを出してみます。はい、本当にぴったりぐらいのところにすでにありますけれども、
これこのヒッチカプラーがボールより今上にあったからここ出ましたけど、あまり近づきすぎるとトウバーがここに当たっちゃって、エラーが出てヒュッとまた引っ込んじゃうので、あんまり近づきすぎずにちょっと手前の方で止まるようにするといいかもしれません。それでは接続していきます。まずここのハンドブレーキですね、これを解除します。で解除する際はここ平坦なので転がらないんですけれども、坂道だったりすると解除した途端にこいつ転がってっちゃったりするので、十分、注意してこれ解除してください。ここが一番ちょっと危ないところなんで、はい、場合によってはトレーラーに車止めとかつけといてずれないようにしておくっていうところも、考えた方がいいと思います。でこのカプラーをちょうど上あたりに持ってきます。はい、でカプラーを下ろしていって、はい、完全に乗っかります。で、引き続きここジャッキの方を上に上げて、車輪上に上げてって、でも完全にここ乗っかるようにした後にこのジャッキをはい倒します。でこのロックですね、このロックを下に下げて、このロック自体のロックピンっていうのがあるので、このピンを止めます。でこれですね、安全チェーンですけれども、ディフェンダーの場合はここに安全チェーンがありますので、ここに2つともこう引っ掛けると。はい。で最後電源カプラーですね。ディフェンダーはイギリスの車なので、これはヨーロッパの13ピンの規格になってます。ちなみにこのボールは、ヨーロッパの50ミリのボール規格になっております。で電源カプラーはここにありまして、でここにつなげていきます。はい、これでつながりました。はい、接続が完了したらライトの接続の確認をしていきたいんですけれども、だいたい純正でヒッチメンバーつけるとライト点検モードっていうのがありまして、ディフェンダーの場合はこのヒッチボール出すボタンの隣にありまして、これを押します。はい、そうすると、このような感じでバックランプ、ブレーキランプ、ウインカー、あと車幅灯のモードですね、これをそれぞれ交互に点灯してくれて、ランプ切れを確認できます。はい、それからディフェンダーもう一つ機能を紹介したいと思うんですけれども、こちらエアサスペンションになってますので、さっきのジボール出すボタンの隣にですね、上下エアサスをこう上下させるボタンもついてるんですけれども、これを押すと車高を上げたりですね、今結構上がってます。かなり上がってます。こんなに上がりますね。でまた同じように下げたりとか、結構こう可動幅が大きい。はい、ここまで下がります。かなり可動幅あるんですけれども、これ何が便利かっていうと、ちょっと休憩したいなっていう時くらいにはヒッチをこう外すっていうのが若干面倒だったりするので、こうつなげたまま休憩したい時に、ここ止めてるところがこう前に傾いてたり後ろに傾いてたりと、斜めになってる時にこれ簡単にこのエアサスを使うと、水平を出すことができると。なのでこの、エアサスを上げると、はい、これ空港ごと持ち上がっていくので、この機能を使ってつなげたまま水平をこう出すことができると。これがエアサスの使い方として、合ってるか分かんないですけど、これを使ってみるとすごく便利だったっていうところを一応紹介しました。はい、それではね、次は一般道走行のレビューをしていきたいと思います。で今ちょうど一般道を走ってるんですけれども、先ほどエンジントルク700ニュートンと言ったんですが、さすがに700ニュートンもあれば、600キロのレジストルクコア
かなり余裕で引っ張れますね。はい、で今上り坂を登ってるんですけれども、本当引いているか引いてないかわからないぐらいの余裕があるので、ぐんぐん加速をしていきます。でディフェンダーなんですけれども、もともとこうアクロ走行に特化しているっていう、ご承知の通りかと思うんですが、ここにですね、センターとリアのデフロックが機能としてついていると。で今ロック解除されている状態なんですけれども、01のオンオフだけではなくですね、こうちょっと加速したりするとこの下が4分の1ぐらいロックするとか、走行状況に合わせてこのセンターとリアのデフをロックの割合までこう可変して調整してくれるので、非常にこの牽引車を牽引している時の車の挙動がですね、すごく安定していると。実はディフェンダーにはトレーラーを登録するモードっていうのがあって、もうすでにレジストロックは登録されてるんですけど、このトーイングおよびトレーラーっていうところで、このキャラバンっていうやつですね、これがレジストロックのことです。登録は簡単なんですけど、全般車両商品ボートキャラバントレーラーと、この馬用トレーラーかクコキャラバンですので、キャラバンを選んで、軸の数ですね、クコは1軸で、あとは寸法を入れる、入力するというところで、登録をしております。はい、で寸法入力まで終わったら、このキャラバンっていうのを選ぶとカメラのモードに切り替わります。でこのカメラのモード牽引になってまして、この牽引のカメラモードだと、前後この接続部分のカメラと、あとですね、トレーラーの右側トレーラーの左側と、これはディフェンダー車両側から、ヘッド車側から撮ってる画像です。でもあんまりこの接続部分って映しててもそんなに変化がないので、これ1個横に押しますと、左右だけこう拡大することもできて、はい、で今自車位置が、どこに寄ってるのかみたいな、こうセンターにいるのかみたいなのが結構一目で分かりやすい視界となっております。あと結構視覚もこれで見れたりするので、走行中にこれを表示しておくとすごく運転しやすいと思います。はい、あとですけれども、先ほどこのトーイングおよびトレーラーですでにこのレジスト6個の情報を入れたキャラバンというボタンがあるので、これを押すと、クコの寸法を入力してあるので、バックギアに入れるとですね、実はこの緑色の分かりますかね、緑色のラインがハンドルを切ると曲がってくれるんですね。でで実はトレーラー接続してるとバックのハンドルが切るの逆になるっていうところが、それが一番トレーラーの難しいところなんですけれども、これを右にこう回すとここのラインが左に切れると。つまりこう右に回してバックするとトレーラーはこう左に曲がっていくよみたいな、普通の車と逆に曲がっていくみたいなのが途中で頭が混乱しちゃうので、このバックする機能を使うと、今からトレーラーがどっちに曲がってきますよみたいなのを一応参考としてこう表示してくれるっていう機能が一応ディフェンダーにはついているので、牽引っていうねモード自体が設けられてるっていうので、日本車とは違ってこう牽引の文化のある国の車なので、こういったところでもトレーラー引きやすい機能が結構たくさんあるなと感じております。今信号待ちの先頭に止まってるんですけれども、ちょっとアクセル踏んで加速をしてみます。はい、はい、今制限速度60キロまで加速したんですけれども、非常にストレスなく、加速してくれますね。で回転数は2000回転いかないレベルで全部シフトチェンジをしているので、もともとこれディーゼルターボなんで、低回転の低速トルクが非常に強いというところがあるので、逆にこの低速トルクが強いと、発進の時にね重いものをこう引きやすいと。
トラックとかもね、ディーゼルが多いのは重い荷物を運ぶために低速トルク、強くしていると。ディーゼルターボだと、トレーラーみたいなものを引っ張るのにすごく合ってるかなと感じております。次はね、ブレーキをちょっと試したいんですけれども、50キロからこうぐっとブレーキを踏みます。比較的踏み始めから効きが強くてですね、もしかしたら制御してるのかもしれないんですけれども、それほど空港を引っ張ってるから制動距離伸びるっていう感覚は強くはないんですけど、ただ引っ張ってない時と比べるとやっぱり制動距離は伸びますので、牽引している時はね早めのブレーキを心がけないといけないなと思います。それとですね、全長がだいたい9メートルくらいあるので、こういった混んでいる道で交差点進入する時はこの前方に空港がごと入れるスペースがあることを確認してから進入しないと交差点の途中で止まっちゃったりするので、引っ張ってる時と引っ張ってない時で、意識する感覚がちょっと違うので、ご注意ください。はい、ちなみにディフェンダーの X グレードはここがクリアサイトミラーっていうカメラで映している形になるんですけれども、ご覧の通り空港がドアップで映ってるだけで後ろは見えませんので、後ろを確認するときは、サイドミラーで、後ろを確認するような形になります。はい、続いて高速道路の牽引の走行レビューをしていきたいと思います。現在常磐道の守谷サービスエリアにおります。ここから出発して高速走行していきたいと思います。はい。はい、それでは合流です。今30キロからはい、今合流しました。今ね30キロから80キロまで加速して合流したんですけれども、さすがに引っ張ってない時と比べると加速は鈍いんですが、それでも距離が短いところでも合流はすぐに加速できるくらいまでパワーはありますね。ここはね制限速度100キロなんですが、牽引車は基本的には80キロまでとなっております。はい、で空港の揺れが一応車体には伝わってくるんですけれども、ボルボ XC と前のヘッド車と比べると振動がだいぶ柔らかくなっているというか感じなくなっております。これはXC60 がスプリングのサスペンションで、こちらエアサスペンションで、その違いもあるのかなとは思うんですが、そういったサスペンションの違いとかが影響しているのかなと思います。最後の走行レビューは山道、峠道になります。あんまりねトレーラーで峠を攻めるってことはないと思うんですけど、ただ山奥に RV パークがあったりするとよくね峠道通って行かなきゃいけなかったりするので、そういった時にねこのトレーラーディフェンダーでどれだけ引っ張れるのかっていうのをちょっと検証していきたいと思います。はい、ここからですね結構くねくね道が続いてます。はい、もちろんスピードは出せないんですけれども、はい、曲がりながらこう坂登っていくみたいなところもね結構余裕で行けますね。ボルボと比べても、ガソリンとディーゼルの違いもありますけれども、低速からの踏み始めが人が低速からの坂道での発進っていうところも、比較的、
スムーズに加速してくれます。あとハンドル切った時の挙動も非常に安定してますね。さすがにこの急な坂道だと、今2100回転とか2200回転とか、そういったところで下手な道と比べると回転数は上がりますね。はい、今回はレジスト6個を牽引車ディフェンダーで引っ張ってみた検証動画、一般道、高速道路、それから山道と、検証をしてきました。いかがだったでしょうか。で、結論から言うと、牽引車としてはもうかなり優秀かなと。もともと牽引する機能も充実してますし、スタビリティコントロールというか、牽引中の安定性っていうところも非常に高いものかなと。でそして何よりですね、後ろで引っ張っている騒音とかギシギシっていう音がほとんど聞こえないっていうところで、安定した牽引能力を発揮しているのかなと思います。700ニュートンっていう余裕のトルクで600キロの軽量トレーラーを引っ張ってるっていうところもあるんですけれども、非常に牽引車としては優秀かなと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。引き続き何かいろいろ検証はしていきたいなと思うので、例えば他のトレーラー引っ張ったらどうなのかみたいなのとか、検証してほしいっていうものがあれば、コメントいただければちょっと考えますので、チャンネル登録と高評価のフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で最後までご視聴いただいてありがとうございました。